皆さんこんにちは、レンです。今日は天気がいいですね。めちゃくちゃ眩しいです。眩しい。あそこに太陽があります。見えますか？でも雲に隠れてますね。太陽が雲に隠れています。雲っていうのは空にある白いマシュマロみたいなやつのことです。それが雲。太陽が上にある明るい玉。それが太陽です。はい。皆さん元気ですか？僕はとても元気です。今日はちょっと風が強いので、僕の声がちゃんと聞こえるか少し心配です。今日のテーマは、日本語が流暢になるために完璧である必要はないということです。皆さん、流暢っていう意味を知ってますか？流暢。流暢っていう言葉はあまり日常生活では使われませんね。代わりにペラペラ、ペラペラっていう言葉を使います。ペラペラと流暢は同じ意味です。ちなみにペラペラはオノマトペです。オノマトペ。皆さんに一つ質問があります。流暢って何でしょうか？ペラペラって何でしょうか？多くの人はペラペラであることは完璧であることだと答えると思います。完璧っていうのはすべてが正しいこと、間違いが何もないこと、ミスが全くない。それを完璧と言います。多くの人がペラペラとは完璧に話すことだと言うと思います。僕はその考えは違うと思います。僕の意見は違います。意見っていうのは考えのことです。個人の考えのことを意見と言います。僕の意見は、ペラペラというのは自然に話せるということだと思います。理由を今から説明しますね。今日は本当に風が強いな。理由は、日本人ですら日本語を結構間違えるからです。日本人ですら日本語を完璧に話すことはできません。日本人も間違えます。そうですね。例えば、最近僕が間違えたミス、2つ紹介します。1つ目が敬語です。皆さん知ってますか？敬語。敬語。敬語というのは、言葉を丁寧にするルールのことです。例えば、自分より偉い人、自分の上司だったり、先輩だったりに敬語を使います。僕は敬語があまり得意ではなくて、敬語を使うのは苦手です。僕は今会社で働いてるんですけど、上司と話す機会がたくさんあります。上司というのはボスのことです。で、上司と話すときにたまに間違った敬語を使ってしまうんですよね。正しくない敬語を使ってしまいます。あと、2つ目のミスが、皆さんこの言葉は知ってますか？雰囲気。雰囲気です。雰囲気っていうのはムードのことです。ムード。例えば、いい雰囲気とか悪い雰囲気とか、あの人はとても明るいから場がいい雰囲気になるとか、そういう言葉ですね。雰囲気、ムードです。雰囲気っていう言葉を言うときに、この前間違って雰囲気って言ってしまったんですよね。雰囲気を雰囲気、いとんを逆にして読んでしまって、いやー恥ずかしかったですね。雰囲気、雰囲気、ちょっと似てますよね。はい。それが僕の日本語のミスですね。まだまだたくさんありますが、今回はこのくらいにしようと思います。で、僕はそういう日本語のミスが結構あるんですけど、実は他の人は全く気にしてないんですよね。他の人が君間違えてるよっていうことはほとんどないです。なぜ
他の人はそれを言わないかっていうと、僕の日本語が自然だからです。僕の日本語が自然に伝わっているからです。それを聞いた人が僕の言葉を自然に理解しているからです。なので別にミスをしても関係ないんですよね。僕が何を言いたいかっていうと、完璧になろうとしなくていいです。完璧な日本語話そうとしなくてもいいです。日本語っていうのは文法だったり漢字、ルールっていうのがとっても複雑です。日本人ですら結構わからないことが多いです。なので完璧になろうとしないでください。完璧を目指さないでください。完璧主義にならないでください。主義っていうのはそういう考えのことです。だから完璧主義っていうのは完璧になりたいと思う考えのことです。はい。完璧主義にはならないでください。なぜなら完璧を目指しても完璧にはなれないからです。日本語は本当に難しいです。日本人ですら日本語は完璧には話せないので、皆さんも完璧に話さなくても大丈夫です。代わりに自然な日本語を身につけましょう。自然な、みんなが理解できる日本語を話すようにしましょう。そのために完璧な知識っていうのは必要ないです。僕が言いたいのは、完璧主義にならずリラックスして日本語を勉強しましょうということです。日本語は難しいですからね。やっぱり完璧に勉強しようって思うとどうしても疲れてしまいますし、ストレスがすごいです。ストレスがかかってしまいます。ちょっと待ってください。僕の髪やばくないですか？ちょっと今皆さんわかると思うんですけど、風がめちゃくちゃ強いです。風ね。空気がシューって流れてます。すごい風です。今日動画撮るんじゃなかった。すごい風です。はい。話がそれましたが、はい。僕のアドバイスとしては、完璧にならなくてもペラペラにはなれるので、安心してリラックスしてゆっくり日本語を勉強してみてください。はい。以上で今日の動画を終わります。もしこの動画が気に入ったらチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。